こんにちは。カリガルメソッド挑戦中のみはるです。今日はカリガルメソッドというよりは白髪染めについてお話をしていきたいなと思っております。白髪染めね。私本当に若白髪でもう20代の頃からちらほらあって、30代のもう前半から美容室で白髪染めし始めたはずです。31とか2とかで、わかります？ちょっとこんな感じで、いつやったかな、前染めたんが2週間前に染めてもちょっとね色が落ちるのと、そんなにしっかり染まるもの使ってないので真っ黒にならないっていうのもあって、近づくとねすごい、ほらお分かりかと思いますが、ただテンパだと結構分かりにくいで、アップにしたりとかしてピーとかやると分かるんですけど、こうもうぐしゃーっとぐしゃぐしゃーってやってたら、もうなんか光の反射とかでごまかしたりできるのでそれも私はテンパの利点だと思ってはいるんですけど、で去年、こっちに来てロックダウンになったっていうこともあって、美容院行かれへんし、正直行くのもめんどくさいしっていうのもあって、でいろいろこうカチャカチャ調べてた時に出てきて出会ったのがこのヘナです。そう、ヘナってね、聞いたことある方もいらっしゃると思います。私は初めてこれを機にチャレンジしたんですけど、開けるとね、こんな感じです。緑の粉で、草っぽい、私の中ではちょっと海藻っぽい乾燥わかめみたいな匂いがするかなって勝手に私は思ってるんですけど、こういう粉になります。ヘナだけ 100% で染めるとオレンジになります。よくドバイでもあるんですけど、イスラム圏の女性の方がこういうデザインのヘナ、体にタトゥーじゃないですけどヘナで染めたりするっていう文化がこっちにはあるんですけど、それに使うものと同じです。で髪の毛に染めてもオレンジっぽくなってしまうので、私の場合髪の毛もともと黒に近いっていうのがあったので、ヘナだけの 100% でやっちゃうと赤毛っぽくなる。それはちょっと私は嫌だったので、オーガニックの粉なんですけど、ヘナにインディゴ、藍染めの藍ですよねが混じってるこちら商品になります。一つでなんか700円とかそれぐらいの値段で売ってたと思うので、結構お手頃なんですけど、これ1個で3、4回はできると思います。髪の毛のもちろんその使う量にもよると思うんですけど、で、このヘナを今使ってやっています。実際にヘナやってる動画もこの後ご紹介させてもらうんですけど、ヘナやる前の注意事項をちょっと先にお話しさせてもらいます。ヘナはデトックスの効果がすごい強いようで、体温を急激に下げるっていう作用があるんですね。でこちらの世界でもヘナをするときは生理中にやってはいけないっていうルールがあるんですね。というのも、生理中って言ったらご存知の通り体温ギャーンと下がるじゃないですか。でその下がってさらにそこから下げてしまうので、風邪ひいたみたいな症状が出やすいっていう風に聞いてます。もう一つとしては乾燥をしてしまう人もいます。ヘナをすることによって。
間からやっぱり1ヶ月に最低1回はやらないと、もちろんね髪の毛も生えてきますんで、先ほどお話ししたその生理のサイクルに合わせて高温期狙ってやるようにしてます。注意点はそんなところですかね。で、実際に私も初めてやった時は知らなくてというか、知ってたんか忘れた。生理中じゃないからいいわと思って、生理後すぐに我慢できずにやったんやと思います。結局その低温期に私やっちゃったっていうのがあって、で初めてだったので体もびっくりしたと思うんですけど、寝込みましたよ。以前どっかでその話しましたね、別の動画で。どこの動画やったかすいません、もうちょっと思い出せないですけど、このヘナの話、カタバカタブルブル、それこそロックダウンでワーワーって一番騒いでた時だったんで、コロナか言うて本当にもう汗びちゃびちゃで、ちょっと熱も出て冷えピタしてなんで寝込んでました。そんなすぐには来ないんですけど、だいたい翌日か、その朝やったんやったら夕方以降になんかドーンと来たりっていうのがあります。で、私もそれを結局でも今までに3、4回はやってますね。学習しない女。ひどいのから軽度なものまで。ヘナ酔いっていう風に日本では呼ばれてます。ただもう一個、インディゴも人によっては過剰反応してしまうっていう人がどうやらいるそうなので、もしヘナ 100% でチャレンジしてみて、全然大丈夫やっていうことなのであれば、私の場合もしかしたらインディゴの方に反応してる可能性はあるんですけど、どちらにしてもやるタイミング、ちょっと特に初めての方は注意してもらいたいなっていうのがあります。実際にこれを使って染めてますっていうところをぜひ参考にしてみてください。ではどうぞ。
実際にヘナ自体は髪の毛を強化するコシや張りとかをこうしっかり与えてくれたり、トリートメントとしての効果も期待できるのがヘナなので、実はあれなんですってね、ヘアカラーっていろいろあるじゃないですか。白髪染めが一番きついんですってね。できればね、やっぱりカーリーガールメソッドをして頭皮や髪の毛に優しいヘアケア始めたので、白髪染めもね、できればこういう風に自然素材使ったもので、できるのが一番理想かなと思って私は今続けています。あとはやっぱりどうしてもこれだとすごいまだらになってしまったりするんですよ。ここからここは前染めた次染めたっていうのだったり、毛先の方もう色がかなり落ちてきてしまったりとか、私は1年に1回できれば美容室でバーッと染めてもらって、でそこから間このヘナでつないでっていう風にたまにはやっぱりやらないと、気になる人には気になるのかなっていうのはありますので、そのあたりも理解していただいた上で、可能であればね、ぜひチャレンジしてみてください。全然悪いものではないですし、もちろん最初は大変こうね、全部自分でつけていくんで、最初1時間半ぐらいかかったと思うんですけど、今は30分ぐらいでできるようになりました。これも慣れですね、本当に。であと寝かしておく時間も含めるともっとかかりますけど、ぜひ機会があれば挑戦してもらえたらなと思います。将来的にはね、グレーヘアでカーリーヘアっていう時期が私にもいつか来ると思うので、そうなる日まで、じっくり髪の毛と向き合っていきたいなと思っています。それではまたね。再来週染めます。